検索版の砥石のスピンドル縦型旋盤で削ったスピンドルケースが、必要な測定を行って出荷します。研磨屋 TV。 こんにちは、研磨屋のアナです。今回は静岡県磐田市東名にあるスピンドルの設計製造をしているダイヤ精機さんに来ています。今回はスピンドルを作ってくれるところを見せていただけるということで、今から見ていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは、社長の松原さんです。松原です。今日お願いします。今日はようこそダイヤ席にいらっしゃいました。ありがとうございます。じゃあ早速見せていただきます。お願いします。どうぞ。はい、とます。ここは、材料を搬入する、セクションで、こちらで切断したものを旋盤工程が最初のものが多いもんですから、諸工程に回っていきます。これが切断機。そうですね。うちで切断するものと切ったものをね購入するパターンとあります。はい。じゃあお願いします。どうぞ。はい。レイアウトの関係でちょっとこれだけ大きな機械なので、ここに配置してるんですけど、これが縦型旋盤で、大きいですね。直径1000ミリのものまで加工できる旋盤です。旋盤縦型の。そうです。縦型の旋盤です。これは我々スピンドルを作ってますので、大型のスピンドルのケースの加工に使います。そうなんですね。後からここで削った大きなスピンドルケースをお見せしますので、そうですね。またご覧ください。お願いします。どうぞ。はい。ちょうどここにね、スピンドルの軸が我々こういうスピンドル1本ずつ作ってますので、これはね検索版の砥石のスピンドルになる軸の部分ですね。じゃあ結構大きい検索版ですよね。そうですね。砥石が500丸ぐらいの検索版です。はい。でこういった軸は、我々軸の加工が多いもんですから、前平型じゃなくてちょっとオープンになってるね旋盤を使って加工することが多いです。測定しながらね加工するものが多かったり、ネジを切るとネジの合わせを見たりするんで、そういう作業自体はこういうハーフカバーの旋盤の方がやりやすいんで、汎用旋盤に近いような形の NC そういうものを使ってます。それだけじゃなくてね、部品もいろんな部品ありますんでね、こういう前平型のね NC 旋盤を使ってねスピンドルの周りのそうですね、蓋だったりとかスペーサーだったり、そういう構成部品のいろんなものを作ってます。あとこちらのフロアは熱処理から前の工程をこのフロアでやってます。で先ほどお見せしたのが旋盤で、こちらがマシニングセンターですね。トヨタのマシニングセンターあるんですね。ありますね。これはジェイテクトさんのジェイテクトさんのね、初めて見ました。そうですね。すごい。これは FV というタイプのマシニングセンターです。あとこっちに横型もあります。で先ほど縦型旋盤で削ったスピンドルケースがこのぐらいのサイズのものであったりとか、こうやってねスピンドルのケースを縦にして4面加工して粗加工ですね。あるいはこういった5面加工機を使って4面プラス上の1面を加工することもできます。我々単品ものばっかりなもんですから、こういったものが一つずつ加工しているようなそういう仕事のやり方ですね。先ほど見せた軸、あれがねこれのあれですよ。これがそのケースですね。合体しますね、最終的に。すごいですね。こっちは小さい。そうですね。これは小型の30番のマシニングセンターで、僕らやっぱり丸いものの加工がもう全体の8割以上を占めるので、チルトインデックスを使ったり、あるいはこちらのような左の機械は通常の横型インデックスですね。こういうものを使って、あるいはやっぱり複雑な形状の部品もあるんで、こういった
複合旋盤ですね。あこういったものも使ったりしてます。へあとここにあるのは横型のジグボーラーで、これは安田さんの機械ですけど、これで、ボーリングで仕上げるスピンドルのケースだったり、軸の単面加工だったり、そういうものの仕上げをやってます。あ、そうなんですね。はい、へで、先ほどお話しした通り、ここまでが、熱処理の前工程で、でこの扉を開いて、こちら側で熱処理の、業者さんに物を出して、出来上がってくるとこっちに行きます。これが熱処理後ですね。そうですね、熱処理後の仕上げ工程になります。はい。でこちらは、検索の職場で、こちらにあるのが平面検索板。こっちですね。はい。で奥のフロアが内面検索板、で、右のフロアが円筒検索板ですね。まあうち検索板は JTEC さんの機械ばっかりなんで、そうですね。まあ一部ちょっと後でお見せしますけど、太陽工機さんのがあります。じゃあまず平面検索板からいきますか。はい、お願いします。通常の、テーブルで 600×300 のものを使ってるんですけど、一部こういったちょっとすげえ古い検索板を、今この鷲野の検索板もう左右のストロークを殺してしまって、でロータリーテーブルをうちで作りまして、でロータリー検索板にしています。これは今ここにモーターありますけど、この下でベルトでつながってて、で動力を伝えて、すげえこういう形で回転させながら砥石で前後の送りでそれでまあかんざとかスピンドルの蓋の部分だったりとか、そういうものを仕上げるのに使ってます。であとこちらが内面検索板で。内面検索板は品物の数によっていろいろ、NC 使ったり汎用機使ったりしてるんですけど、このフロアの奥の2台は NC 内面検索板です。NC です。でこの、機械は、汎用の内面検索板。そしてもう1台ここに、複合内面検索板があります。複合ですか。でかいですねこれ。でここからちょっと覗いてみてもらっていいですか。これね内面検索の主軸のところに縦からの軸がついていて、平面検索の要領でスピンドルの単面を加工してるんですね。例えばマシニングセンターのスピンドルはキー溝が切ってあったりとか、まあこれみたいにキーが作り込んであったりするんですけどね、その作り込んであるキーの幅を仕上げるためにこういった内面検索板の一つ機能を追加して、そうなんですね。こういった平面検索の要素も入れたものをうちは使っています。まあ確かにこのサイズやと普通に平面検索板では無理ですもんね。そうですね。やはりスピンドルの長さとしては1メートル近くのものもあったりして、そういうものの単面のキー溝ってすごく削りにくいんですよね。そうですよね。まあ我々こうして複合検索板を使って溝の仕上げをそうですよね。すごいですね。まあ、あともう一つは、やはり機能としてこういう NC のプログラムで加工する検索板の必要性っていうのもあるんですけど、まあ、もう一つその反面に、単品で加工するという内容から NC 検索板よりも汎用検索板の方が出来上がる、スピードが速いと。プログラムを打ってる間にベテランの作業者はもう仕上げができてしまうような、そうですよね。そういうところがあって、我々ねそういう機械としてはまだ昔から使っている。例えばこの機械はもううちの会社に40年あるんですけど、そうなんですね。この40年使っている機械でまだこうしたこれからやろうとしているのはこの内径
形のねテーパーの仕上げなんですけど、はいはいはい、こういった内径テーパーの仕上げは汎用検索版の方が、はいはいはい、仕事が早いと、いうことになるんですね。そうですね。なんで、はい、全てがこうどんどんこう更新されていくっていうことだけではなくて、そうですよね、もうそのやる内容に合わせて古いものを使ったり新しいものを使ったり、なんでベテランのスキルも重要だし、ただこの先こういった汎用でずっとやっていくかというとね、やっぱり若い人たちのために、こういったものも NC で簡単にできるように機械をこう導入していくっていう必要性は感じてますね。そうなんですね。あと円筒検索版はもう全部 NC です。そうなんですね。やはり円筒検っていうのは、単品でも、量産ものでもね、やはり段取りと加工速度っていうのは、汎用でやらないといけないっていうレベルのものはだいぶ少なくなっちゃって、そうなんですね。逆に内面検索版はまだそういうね、必要性があるんですけど、そのあたりは仕事をやってみたところでね、効率がいいものがね、どういうやり方かっていうのをね、考えながら設備してます。これはですよね、研磨屋さんにもある機械ですね。はい、うちと同じ G4PI ですね。はい。ここが検査室です。丸いものの加工が多いんで、検査室の検査器具っていうのももうその丸いものに重点を置いて設備してます。3次元測定ですね。これは一番よく使うのはスピンドルの前側と後ろ側の同軸を見たりとか、東西産のコンチュラっていう測定部がサイズで構成されているというこのクラスの測定器を使ってます。あと同じく東西産の新エンド測定器ですね。もうだいぶ使い込んじゃってますけどね。新エンド測定はよく使うアイテムですね。あとは測長器類ですね。テサのやつですね。あと直角度の測定と、これはね横型の測長器です。測長器ですね。なんでね今のアタッチメントはね内径を測るアタッチメントで、これか。そうですそうです。内径測定をやるように使ってますね。全部リングゲージとか。リングゲージと線ゲージ、ネジゲージ、インサイドのマイクロ、アウトサイドのマイクロ。部分的に薄い部分があればハーツマイクロ使ったりとか、いろんなブレードマイクロ使ったりいろんな測定部分に合わせて測定器は用意してますね。スピンドルの組み立てをやる前工程で検査を入れて、特によくやってる作業として現物合わせっていうのはやっているので、例えばベアリングを入れて、そのベアリングの厚みに合わせてそのベアリングを押す部品の寸法を決めるなんていうことはよくやってるもんですからね。そういったその部分のその寸法を検査で出しておきながら先に出して一つ一つその寸法を合わせて、例えばベアリングを15ミクロン押すとか、規定を検査を通してやっています。あともう一つ、スピンドル屋になくてはならないものとして、センター検索版ですね。これでセンターを研磨すると、そうすると例えば円筒検で両センターで、支えた時の回転ブレがないということになるので、スピンドルの軸はほとんどこうしたセンター検索板を使ってまずセンターをきれいにする。そうですね。センター検はこういう縦型のものとあと横型のものもあると思いますけど、我々単品なんで段取りをより軽減化するためにこういう縦型を使ってやることが多いですね。あと内面検索版でね内径を横向きで仕上げるものもあったりはしますけど。長いものもいけるんですよね。そうですね。これ長いシャフトにも向いてますね。そうですね。あとスピンドルを作る上で機械として欠かせないのは縦型検索板です。
まあ、縦型検索板構成はだいたいこんな感じです。はい、下の縦向きの、チャックにマグネットチャックを、つかませて、でその単面にこういったワークを乗せて、まあこの加工でやると、横型検索板のように重力に負けて前側が垂れるっていう、そういうことが、これはまあなんで重力の影響を無視して品物が仕上がるので、なので同軸度が確かにそうですね。なのでまあやっぱりこういった例えばケース状のもの、これは冷却水のジャケットですけど、まあこういうものを内外径同心を出して仕上げるとか、まああとテーパーがないように仕上げるとか、まあそういうことはこういう縦型検索板の方がやりやすいですね。そうなんですね。この縦型は何パイまでいけるんですか？この縦型はテーブルサイズで850ですけど、こっちが400です。でこちらが500のテーブルですね。こっちが500のテーブルを使える。両方とも太陽光機さんのものですね。そうですね。ストロークは何本までいくんですか？高さは600までいきます。600ですか。この機械を設備して、いろんなもんが縦型検索板でこなせるっていうのが分かったんで、もう1台買ったらもう仕事1台ではいっぱいになっちゃったんで、でもう2台目を買ったっていう。なんでまあスピンドルの関係部品をやるっていう上ではもう欠かせない機械ですね。やっぱ便利なんですね。そうですね。あとこちらがね、スピンドル、出来上がった部品集めてスピンドルの組み立てをやってます。スピンドルの組み立ての方は1個から、月に20台30台ぐらいの量産までやりますけど、基本的にはやっぱり数十台レベルの数ですね。ダイヤ正規さんではここで組み立てて全部作るっていうのもできるし、その部品だけ加工っていうのも、部品だけで、工作機械メーカーさんとかにねお送りしているものもありますし、ちょっとそしたらご紹介を。これは先ほど、ケースがマシニングセンターの機械に乗っていて、この白色のやつですね。で軸が旋盤の職場にあったんですけど、それを組み立てた状態ですね。すげえ。でこうして、試運転をやって、今温度センサーで取ってますけど、ここですね。温度が並行するまで、運転を続けます。でスピンドルによってはバランスを取ったりとか、あと、必要な、測定を行って振動値であったりベアリングの加速度であったり、まあ、そういったものをね検査として、成績表に書き込んで出荷してます。この辺のそうですね、それが、機材ですね。検査の、温度のレコーダーと、これはですね、バランスを見ているフィールドバランサーという。これシグマさんのやつですか？そうです、シグマさんの。まあ、うちはバランス取るのはシグマさんの機材を使ってます。そうなんですね。うち砥石バランスのシグマさんで、砥石のバランスもシグマさんでやられてますね。そうです。一回見学も行かしてもらって、ここで使うんですね。僕使う方が分からなかったんで、なんでね、バランスを取る作業っていうのは、まあ、こういったフィールドバランサーは必ず必要になるので、そうなんですね。あとね、もう一つ、これはシグマさんの同じシグマさんのバランスベンチなんですよ。これでこの設備自体がですか？この設備自体がで、ここにスピンドルを乗せて、軸だけのバランスを同じようにここにフィールドバランサーがついてて、軸だけのバランスを取ってで組み立てをして運転試験をやって、最後にもう一回バランス取るんです。これ組み立ててのバランスですね。組み立てる時は前側の単面と後ろ側の単面しかバランスを取れる場所がないんですね。全部要はスピンドルの中に入っちゃうんで、なのでバランスを取る位置が遠いもんですから、まず軸だけはこのバランスベンチを使ってバランスの悪いところに近いところでバランスを取って、で最終的に外2箇所で取ると
そうするとねあーそっか回転数が変わってもバランスがあまり変化しなくなるんで、そういう形で2回バランスを取ることによって、お客さんがどの回転数で使ってもバランスが担保されると、そういうことのためにこれがあるそうなんですね設備ですね。技能検定も取られてるんですね。そうですね。最近の一つの風潮として、はい技能検定をやる場所がなかなか提供ができなくなってきちゃってて、はいはいはい我々も去年から、はい社内で、はいはい技能検定をやり始めました。でも技能士がいてるといいですよね。そうですね。はいこれが先ほどうちの社内で作ったロータリー検索版のはいビルトイン版です。でほうほうほう先ほどのロータリー検索版は平面検索版の上にロータリーテーブル乗せて、はいで横にあったモーターでベルトをかけて駆動してたんですね、そうですテーブルの回転、はいはいこれはちょっと下から見てください。これがモーターなんですよ。これがモーター、はい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 でもうこのサイズのモーターでこのテーブルを回すことができるんで、これはねPM モーターって言ってパーマネントマグネットモーターといういわゆる磁石のモーターですね。交流型の、磁石モーターでこれで回すとですね、おおすごいすごい。こうやってねテーブル回転するんですけど、もうほら結構トルクあるでしょう。ですね。力入れてても、力入れてもね止まらないです。ほんまですね。じゃあもう全然検索してても、そうですね。検索するためのトルクは十分出せてるのそうで、ですよね。先ほどのこの下の小さいモーターで、はい。このテーブルが回せるので、すごくコンパクトに回転テーブルができると。そうです。あと出っ張りもなくなって、そうですそうです。そうするとね。ね、もううちは精度が出なくなったんで、左右の動きを止めてしまって、でZ 軸だけでこう動きながら研磨をやるために作ったんですけど、もうこれはもうこれだけコンパクトにできてしまえば、もう普通の検索、平面検索版の上に載せてしまって、じゃあもう載せ替え可能ってことですもんね。なんで平面検索版普通に使うのとこういうロータリー検索がやれるっていう、そういうハイブリッドで検索版使えるっていうね、そういうものとして開発をしています。もしかしたらこれも要望があれば販売もできるかもしれないですね。実はこの開発はね販売も目指してそうなんですね。やってます。すごいですね。新入社員の教育のスキームというかプランとしては、まず入社してから検査室に入ってもらって測定器具の使い方から覚えてもらうんですよね。まずは検査からですね。例えば検査室に1年いて2年いてっていうぐらいになると、今度はその先は何をやるか、例えばスピンドルの組み立てのために教育をしたいっていうことであれば、この後はね研磨をやります。次研磨ですか。円筒検索版を内面検索でもいいんですけどね、円筒検索版をやって、そうすると測定器具は検査室で使い方が分かってるので、研磨やるときに寸法を正確に測ることができる。そうですね、確かに。ですね。なんで研磨が目的だったらそれだけでいいんですけど、その後スピンドル室へ行ってスピンドルの組み立てをやると、そうすると部品単体の寸法の把握がきちっとできるんで、なので例えばスピンドルってやっぱり元号と言われる現物合わせ多いんですね。それは例えばベアリングと軸のはめ合いの部分だったりとか、あるいはスピンドルの外径とケースの内径のはめ合いだったり、あとベアリングって内径がテーパーになっているものがあって、そのテーパーになっているものを合わせるためにはベアリングを差し込んでテーパーを食いつかせた時に残った寸法を測るっていう作業があって、この測る作業も測定技術が必要なので、なのでスピンドルの組み立てっていうのはやっぱり測定技術が重要なんですね。あとは加工の仕方、あるいは加工の精度っていうものを理解をするという意味で加工をするセクションに入って、でそういったものをマスターすると、その後ねスピンドルの組み立てに行ってもらうっていう、そういうパターンもありますね。ちゃんと順を追ってですよね。それの一番根幹にあるのがやっぱり測定技術っていう、そういうことになります。
あとここのフロアは、はい汎用のフライス板と、はいあと放電加工機ですね、僕らも汎用の機械を使うことはもうあんまりなくなってしまったんで、はいここは2階ですけど、なので品物の上げ下げが少ないものがはい稼働率の低い機械をね、こう並べてます、でワイヤーが2台と、はい放電加工機が肩彫りが1台ですね、はいはい、というラインナップです。そうなんですね。はいはい。修理のスピンドルとかもやるんですよね。やります。そうですね。うちのそういったものをこうお受けしているメーカーさんは、検索版のメーカーさんなんですけど、はいやはりその以前のブランドのものだったりとか、はいはいはい、あるいはやはりそのすごく長いことね使っておられるスピンドルで。そういったメーカーさんのサービスさんって要はリビルドをしてなんで例えばどっか加工屋さんのスピンドルが悪くなると、そうするとリビルドしたスピンドルをまず乗せて使えるようにして、で下ろしたスピンドルを修理してでまた次のリビルドに回すっていう、そういうことですね。程度が良ければベアリングを交換して、テーパーを研磨し直すぐらいで、もうリビルドが可能なものもあれば、やはり部品が傷んだり摩耗していて、でそれを新しいものに交換をして、でリビルドするっていうパターンもあるんで、割とその修理っていうのはケースバイケースでいろんなパターンがあるんで、なんでそういうところでは我々の設備と組み立ての両方やれるっていうそういうメリットが生かされてますね。いいですね、それは。スピンドルも組み慣れないとこういうことってなかなかできないので、そうですよね、確かに。最初の頃は全然そういう対応できなかったですけど、そうなんですか。やっぱ今はスタッフの数もね増えてきて、そういう修理品もお手伝いすることができるようにはなってきましたね。そうなんですね。今日は松原さんありがとうございました。ありがとうございました。そういえば松原さんあれですよね、こうスピンドル作られてるっていうことで、なんかそばの製麺機作られてるんですね。なんか近くであるんですか？そうですね。うちスピンドル技術を応用してスクリューを回転させてそばを押し出している押し出し型製麺機を作っていて、でアンテナショップがねうちの車で5分ぐらいのところにありますので、そうなんですね。割とね人気ありますよ。国産の十割そばをご提供してますんで、じゃあそば好きの方はぜひですね。ぜひもう近くの方でもうリピートさんもいらっしゃいますので。そうなんですね。じゃあぜひですね。ぜひ。じゃあ今日は松原さんありがとうございました。ありがとうございました。気になったんですけどね。ダイヤ世紀って書いてる左の人3人、あれは何ですか？挿絵ですね。挿絵ですか？そうです。意味は特に？意味はねないですけど、先代がちょっと文字だけじゃ飾り気がないなということでね、ちょっと入れとこうかなと。看板のデザイナーさんにそういうことなんですね。挿絵を入れてもらったような感じですね。来た時に気になったんで、ちょっと聞いとこうかなと思って。そうですね。ただ高いところにありすぎちゃって、あれを塗り替えるのができないんで。確かに高いですもんね。もう費用がかかりすぎちゃって。そうですよね。